聖夜堂祈願岡本喜道。一本足の女。1。第9の男は語る。私は千葉のものであるが、馬琴の八犬伝でおなじみの里見の家は、義実、義成、義道、実高、義豊、義高、義弘、義頼、義康の9代を伝えて、10代目の忠義で滅びたのである。それは元和元年、すなわち大阪落城の年の夏で、かの大久保相模守の隕石関係から滅亡の災いを招いたのであると伝えられている。大久保相模守忠親は、宗州小田原の城主で、徳川家の譜代大名のうちでも羽振りの良い一人であったが、一朝にしてその家は取り潰されてしまった。その原因は明らかでない。かの大久保岩見守長安の罪に連座したのであるとも言い、または大阪方に内通の疑いがあったためであるとも言い、あるいは本田佐渡守親子の讒言によるとも言う。いずれにしても里見忠義は相模守忠親の娘を妻にしていた関係上、舅の家が滅びると間もなく、彼もその所領を召し上げられて、宝貴の国に流罪を申しつけられ、房州の名家もその後を絶ったのである。里見の家が連綿としていたら、八犬伝は世に出なかったに相違ない。馬琴はさらに他の題材を選ばなければならないことになったであろう。馬琴の口真似をすると、あし事はさておき、これから私が語ろうとするのは、その里見の家が滅びる前後のことである。忠義の先代義康は阿波の侍従と呼ばれた人で、慶長8年11月16日、31歳で死んでいる。その三周忌の1月か2月前のことであるというから、慶長10年の晩秋か初冬の頃であろう。当代の忠義に仕えている家来のうちに、百石取りの侍に大滝庄兵衛というのがあった。百石といっても実際は100票であったそうだが、この百石取りが100人あって、それを阿波の百人衆と唱え、里見の部下ではなかなか幅が利いたものであるという。その庄兵衛が夫婦と中間との3人連れで立山の城下の延命寺へ参詣に行った。延命寺は里見家の菩提寺である。その帰り道に夫婦は路傍にうずくまっている一人の少女を見た。少女は小じであるらしく、夫婦がここへ通りかかったのを見て無言で土に頭を下げると、夫婦も思わず立ち止まった。物産の帰りに小じを見て、夫婦はいくらかの銭を恵んでやろうとしたのではない。今度の忠義の代になってから、小じに物を恵むことを禁じられていた。小じなどは国土のついえである。筆境を彼らに施し恵むものがあればこそ、小じなどというものが増えるのであるから、一粒の米、一文の銭も彼らに与えてはならぬと触れ渡されていた。庄兵衛夫婦ももちろんその趣旨に従わなければならないのであるから、今や自分たちの前に頭を下げているこの小じを見ても、そしらぬ顔をして通り過ぎるのが当然であったが、ここで彼ら夫婦が思わず足をとどめたのは、その少女がいかにも美しく可憐に見えたからであった。少女はまだ8つか9つぐらいで、袖の狭い上総木綿の一獲物、それも島目のわからないほどに赤づいているのを肌寒そうに着ていた。髪はもちろん振り散らしていた。その驚髪の間から現れている彼の顔は磨かない玉のように見えた。まあ可愛らしいと庄兵衛の妻は独り言のように言った。むむと夫もため息をついた。物を恵むとか恵まないとかいうのは二の次として、夫婦はこの可憐な少女を見捨てていくのに忍びないような気がしたので、妻は立ち寄ってその年や名を聞くと、年は9つで名は知らないと答えた。生まれたところは知りません。
両親の名は知りません。こういう身の上の少女が小国を知らず、二親の名を知らず、我が名を知らないのはさのみ珍しいことでもない。少女は妻の問いに対して、自分は赤子の時に路傍に捨てられていたのをある人に拾われたが、3つの年にまた捨てられた。それからまたある人に拾われたが、これも1年ばかりでまた捨てられた。拾われては捨てられ、捨てられては拾われ、その後2、3人の手を経るうちに、少女はともかくも7つになった。これまで成長すれば、小じをしてもどうにか生きてゆかれるので、人の情けにすがりながら、今まで路面をつないでいると話した。まあ、かわいそうに、と庄兵衛の妻は涙ぐんだ。お前のような可愛らしい子がなぜ行く先々で捨てられるのか。それは私が片輪物であるからでございます。と少女はその美しい目に涙を宿した。世にも少ない片輪物を誰が養ってくれましょう。はじめは不憫を加えてくれましても、やがては愛想をつかされるのでございます。彼は年よりもませた口ぶりで言った。しかし見たところでは人並み優れたなり形で別に片輪物らしい様子もないので、妻も庄兵衛も不思議に思った。恥ずかしいのか悲しいのか、少女は身をすくめ、身を震わせてただすすり泣きをしているばかりであるのを、夫婦がいろいろになだめすかして詮議すると、彼がフグである司祭が初めて分かった。土に座っているので今までは気がつかなかったが、少女は一本足であった。彼は左の足を持っているだけで、右の足は膝の上から切断されているのであった。生まれ落ちるとからのフグではない。さりとて何かの病のために切断したものでもない。おそらく何かの司祭で炉端に捨てられていたところを、野良犬か狼のような獣のために片足を食い切られたらしいと、その傷口の模様によって庄兵衛は判断した。こうなると夫婦はいよいよ不憫が増してきて、どうしてもこのままに見捨ててゆく気にはなれなくなった。こういう美しいいじらしい少女を小じにしておくということが不憫であるばかりでなく、前にも言う通りのお触れが出ている以上、彼は何人の恵みをも受けることができなくなって、早く他領へ立ち退くか、あるいはここでみすみす飢え死にしなければならないのである。庄兵衛は試みに少女に聞いた。お前は小じに物をやるなというお触れの出ているのを知らないのか。知りません。と彼は全く何も知らないように答えた。庄兵衛の妻はまた泣かされた。彼は夫を木陰へ招いて、何とかしてかの少女を救ってやろうではないかとささやくと、庄兵衛にも依存はなかった。しかし自分も里見家に仕える身の上で、この際表向きに小じを保護するなどは穏やかでないと思ったので、彼は今日の友に連れてきた中間の与一を呼んで相談した。与一は立山の城下から遠くない西岬という村のもので、実家は能であるが、武家奉公を望んで2、3年前から庄兵衛の屋敷に勤めているのである。年は若いが正直律儀のもので、実家には母も兄もある。庄兵衛はかの少女をひとまず与一の実家へ預けておきたいと思って、密かにその相談をすると、与一は素直に承知した。それではすぐに連れて行ってくれ。主人の命令に背かない与一は、一本足の小じの少女を背負ってすぐに自分の実家へ運んでいった。まずこれで安心して庄兵衛夫婦もそのまま自分の屋敷へ帰ると、日の暮れる頃に与一は戻ってきて、彼を確かに母や兄に頼んでまいりましたと報告した。それから半月ほどの後に、庄兵衛の妻はその様子を見届けながらに西岬の家へ訪ねて行くと、少女はつつかなく暮らしていた。与一の母や兄も律儀者で、主人の指図を大事に心得ているばかりでなく、彼らはフグの少女に不憫を加えて心から親切に優しくいたわっているらしいので、妻もいよいよ安心して帰った。それから2月か3月ほど過ぎて、
その年の暮れになると、さらに驚くべき命令が領主の忠義から下された。先に触れ渡して、小敷どもには一切施すなと言い聞かせてあるのに、小敷どもはやはり城下や近在にうろうろと立ち迷っているのは、禁制を破って密かに彼らに恵むものがあるのか、あるいは彼らが盗み食いでもするのか、いずれにしても先度の触れ渡しの守意が徹底しないのは遺憾であるというので、さらに領内の宿なしまたは小敷の類に対して3日以内に他領へ立ち退くべきことを命令した。その期限を過ぎてもなおそこらに徘徊している者は見つけ次第に撃ち殺すというのである。この厳重な触れ渡しに脅かされて、小敷どもは皆早々に逃げ散ったが、中にはその触れ渡しを知らないで居残っていた者や、あるいは逃げ遅れて囚われた者や、それらは法のごとくに撃ち殺されるのもあった。生き埋めにされるのもあった。こうして里見の領内の小敷や宿なしの類は一掃された。早くにあの娘を助けてよかったと庄兵衛夫婦は密かに語り合った。歩行も自由でない一本足の少女なのは、この場合おそらく逃げ遅れて最初の生贄となったであろう。夫婦が少女を救ったことは幸いに誰にも知られなかった。もちろん与一には固く口止めをしておいた。2、幸運の少女は与一の実家で親切に養われていた。庄兵衛の妻も時々にそっと彼を訪ねて、着物や小遣い銭などを恵んでいた。なんとか名をつけなければいけないというので、少女をお冬と呼ばせることにした。そのうちに5年過ぎて、お冬もいつか16の春を迎えた。雨風にさらされ、砂ほこりにまみれて、往来の土の上に這いつくばっていた頃ですらも、庄兵衛夫婦の目を引いたほどの少女は、だんだん成長するにつれて、玉の光がいよいよ輝くようになった。子供の時から慣れているので、杖にすがれば近所を歩くには差し支えもなかった。人間も利口で、かつ器用なたちであるので、針仕事などは年にも増して巧者であった。これで足さえ揃っていれば申し分はないのだが、と与一の母や兄も一層彼の不幸を憐れんだ。フグにもよるが、一本足というのではまず嫁入りの口も難しい。ことにここらは皆農家で、男も女も働かなければならないのであるから、いかに器量が良くても人間が利口でも、一本足のフグ者を嫁にもらうものはなさそうである。あたら要望を持ちながら一生を日陰の花で終わるのかと思うと、与一の母や兄ばかりでなく、時々に訪ねていく庄兵衛の妻も暗い思いをさせられた。庄兵衛夫婦には子供がない。彼らがフグの少女を拾い上げたのも、もちろんその不幸を憐れむ心から出たにはそういないが、子のない夫婦の子供好きということも半分は混じっていたので、妻は一面に暗い思いをしながらも、また一面にはだんだんに美しく成長していくお冬の顔を見るのを楽しみに、時々に忍んで会いに行くのであった。そうしていくらかの付け金をしてやってもよいから、どこかで嫁にもらってくれる家はあるまいかなどと、与一の母や兄に相談することもあったが、前に言ったようなわけであるから、この相談は容易に運びそうもなかった。こうしてまた1年2年と送るうちに、お冬はいよいよ美しい娘盛りとなって、いつも近所の若い男どもの噂に上った。中にはいたずら半分にその袖を引くものもあったが、利口なお冬は振り向きもしなかった。彼は与一の母や兄を主人とも敬い、親兄弟とも慕っておとなしくつつましやかに暮らしていた。慶長19年、お冬が18の春には、その大恩人たる大滝庄兵衛の主人の家に暗い雲が覆いかかってきた。かの大久保相模守忠親は幕府の命令によって突然に小田原領5万石を召し上げられ、合わせて小田原城を破却されたのである。その司祭は知らず、何しろ青天の霹靂とも言うべきこの出来事に対して関東一円は動揺したが、
とりわけて大久保と縁を組んでいる里見の家では闇夜に灯火を失ったように終始狼狽した。あるいは大久保と同じ処分を受けて領地召し上げ、お家滅亡、そんなことになるかもしれないという噂がそれからそれへと伝えられて、不安の空気が城内にもみなぎった。庄兵衛もその不安を感じた一人であるらしく、この頃は洲崎神社に参詣することになった。洲崎は頼朝が石橋山の戦に負けて阿波へ落ちてきた時に初めて上陸したところで、同じ源氏の流れを組む里見の家では日頃尊崇している神社であるから、庄兵衛がそれに参詣して主家の安泰を祈るのは無理もないことであった。神社は西崎村の外れにあるので、庄兵衛はその途中、与一の実家へ久しぶりで立ち寄った。彼は娘盛りのお冬を見て、年ごとにその美しくなりまさっていくのに驚かされた。その以来、彼は参詣の都度に与一の家を訪ねるようになった。そのうちに江戸表から漏れてくる種々の情報によると、どうでも里見家に巻き添えのたたりなしでは済みそうにもないというので、一家中の不安はいよいよ大きくなった。庄兵衛は須崎神社へ夜参りを始めた。彼の夜参りは3月から始まって5月まで続いた。当晩その他の4どころない差し支えでない限り、一晩でも参詣を怠らなかった。主家を案じるのはもっともであるが、夜参りをするようになってから、彼は決して友を連れて行かないということが妻の注意を引いた。まだその他にも何か思い当たることがあったと見えて、妻は与一を呼んでささやいた。庄兵衛殿がこの頃の様子、どうも腑に落ちないことがあるので、今日はそっとその後をつけてみようと思います。お前案内してくれないか。与一は承知して主人の妻を案内することになった。近いと言っても相当の道のりがあるので、庄兵衛は日の暮れるのを待ちかねるように出て行く。妻と与一とは少し遅れて出ると、途中で5月の日はすっかり暮れきって、行く手の村は青葉の闇に包まれてしまったので、彼らはつけてゆく人の姿を見失った。どうしようか、と妻は立ち止まって思案した。ともかくも須崎まで行ってごらんなされてはいかが、と与一は言った。そうしましょう。全くそれより他にしようがないので、妻は思い切ってまた歩き出したが、何分にも暗いので彼は当惑した。与一は男ではあり、土地の勝手もよく知っているので、さのみ困ることもなかったが、庄兵衛の妻は足元の危ないのにすこぶる困った。夫の後をつけるつもりで出てきたのであるから、もとより松明や火縄の用意もない。妻はたまりかねて声をかけた。与一、手を引いてくれぬか。与一は少し躊躇したらしかったが、主人の妻から重ねて声をかけられて、彼はもう辞退するわけにもいかなくなった。彼は片手に主人の妻の手を取って暗い中を探るようにして歩き出した。そうしてまだ10軒とはいかないうちに、炉端の木の陰から何者かが現れ出て、忍びの者などが持つ眼頭提灯を二人の目先へ出し抜けに突きつけた。はっと驚いて立ちすくむと、相手はすぐに呼びかけた。与一か。主人の妻の手を引いてどこへ行く。それは主人の庄兵衛の声であった。庄兵衛は続けて言った。己らが不義の証拠、確かに見届けたぞ。覚悟しろ。あれ、とんでもないことを。と妻は驚いて叫んだ。ええ、若い下郎めと手に手を取って闇夜をさまよい歩くのが何よりの証拠だ。もう問答のいとまもない。庄兵衛の刀は闇にひらめいたかと思うと、片手殴りに妻の肩先から切り下げた。あっと叫んで逃げようとする与一も同じく後ろから肩を切られた。それでも彼は夢中で逃げ出すと、あたかも自分の家の前に出たので、やれ嬉しやと転げ込むと、母も兄もその血みどろの姿を見てびっくりした。与一は今夜の始末を簡単に話して、そのまま息が絶えてしまった。
明くる朝になって庄兵衛から表向きの届けが出た。妻は中間の与一と不義を働いて与一の実家へ身を隠そうとするところを途中で追い止めて二人ともに成敗いたしたというのである。妻の里方ではそれを疑った。与一の母や兄はもちろん不承知であった。しかし里方としても確かに不義でないという反証を提出することはできなかった。与一の母や兄は身分違いの悲しさに所詮は泣き寝入りにするのほかはなかった。それと同時に与一の家へは庄兵衛の使いが来て、さような不埒者の宿元へお冬を預けておくことはできぬというので、向かいの乗り物にお冬を乗せて帰った。その日から一本足の美しい女は庄兵衛の屋敷の奥に養われることになったのである。何分にも主人の家が潰れるか立つか、自分たちも生きるか死ぬか、それさえもわからぬという危急存亡の場合であるから、誰もそんなことを問題にするものはなかった。3、不安と動揺のうちに1年を送って、あくれば元那元年である。その年の5月には大阪は落城して、いよいよ徳川家一統の世になった。今まで無事でいたのを見ると、あるいはこのままに救われるかもと思っていたのは空頼みで、大阪の拉致が開くと間もなく5月の下旬に最後の判決が下された。里見の家は領地を奪われて、忠義は放棄へ流罪を申し付けられたのである。主人の家が滅びて、里見の家来は皆にわか浪人となった。その中で大滝庄兵衛は夫婦のほかに家族もなく、平成から心がけも良かったので、家には多少の蓄財もある。浪人しても差し当たり困るようなこともないので、わずかの家来どもには暇を出して、庄兵衛は立山の城下を退散した。しかし彼は自分一人というわけにはいかなかった。彼にはお冬という女がつきまとっていた。庄兵衛もそれを振り捨てていこうとは思わないので、歩行の不自由な女を介抱しながら、ともかくも江戸の方角へ向かうことにして、便箋を頼んで上総へ渡り、さらに木更津から船路の旅を続けてつつがなく江戸へ入った。それは庄兵衛が不義者として妻と中間とを成敗してから1年の後で、庄兵衛は46歳、お冬は19歳の夏であった。彼らはもう公然の夫婦で、浅草寺に近いところに仮住居を求め、当分はなすこともなしに月日を送っていた。阿波の里見といえば名家ではあるが、近年はその武道もあまり世に聞こえないので、里見浪人を喜んで召し抱えてくれる屋敷もなかった。お冬も武家奉公を好まなかった。一本足の女、しかも自分とは親子ほども年の違う女を拙者の妻でござると言って武家屋敷へ連れ込むことは、庄兵衛もなんだか後ろめたいようにも思ったので、方々二度の主取りは見合わせることにしたが、いつまでも虚しく遊んではいられないので、彼は近所の人の勧めるがままに手習いの師匠を始めると、その人が親切に修繕して、とりあえず7、8人の弟子を集めてきてくれた。そうなると庄兵衛も家のことの手伝いもしていられない。足の不自由なお冬だけでは何かにつけて不便なので、台所働きの下女を雇うことにしたが、どの女も1月か2月で皆立ち去ってしまった。あまりに奉公人がたびたび変わるので、近所の人たちも不思議に思って暇を取って出て行く一人の女にそっと聞いてみると、こんなことを言った。若いご新造はあんな美しい顔をしていながらなんだか怖い人です。その上にあんまり旦那様と仲が良すぎるので、とてもそばで見てはいられません。親子ほども年の違う夫婦が仲良く暮らしていることは近所の者も認めていたが、旗で見ているに耐えられないで奉公人らが皆立ち去るほどにむすまじいというのは少しく案外であった。それから注意して伺うと、庄兵衛夫婦のむつまじいことは想像以上で、弟子のうちでも少しく大きい子供は顔を赤くするようなことがたびたびであった。12、3になる娘などは
もうあのお師匠さんに行くのは嫌だと言い出したものもあった。そんなわけで多くもない弟子がだんだんに減ってくるばかりか、蓄えの金も大抵使い果たしてしまったので、仲の良い夫婦も1年余りの後には所帯の苦労が身に染みてきた。私はもともと小じですから、再び元の身の上に帰ると思えばよいのです。お冬は平気でいるらしかったが、庄兵衛は最愛の妻を伴って小じをする気にはなれなかった。元那2年の師走の夜に、彼が浅草の並木を通ると、向こうから来る一人の男に出会った。それは町屋の奉公人で、どこかへ掛け取りに行ったらしく見えたので、庄兵衛はにわかに刻した出来心から、不意にその行く手に立ちふさがった。この師走に差し迫って浪人の身で何十いたす。ご合力くだされ。一種の追いはぎと見て、相手も油断しなかった。彼は何の返事もせずに、出し抜きに自分の履いている草履を取って、庄兵衛の顔を強く打った。そうして、こっちの慌てる隙を見て、彼は一目散に逃げ去ろうとしたのである。泥草履で真っ向を打たれて、庄兵衛はカッとなった。切ってしまって、今さら悔やむ気にもなったが、毒食らわば皿までと度胸を据えて、庄兵衛は死人の首にかけている財布を奪い取って逃げた。浅草寺のほとりまで来て、そっとその財布を改めると、銭が2貫文ほど入っているだけであった。こればかりのことでとんだ罪を作った、と彼はいよいよ後悔した。しかし今の身の上では2貫文の銭も大切である。庄兵衛はその銭を懐にして家へ帰ったが、生まれてから初めて切り取り強盗を働いたのであるから、なんだか気がとがめてならない。万一の戦議にあった時にその証拠を残しておいてはならないと思ったので、彼は明かりの下で刀の血を丁寧に拭おうとしていると、お冬がそばから覗き込んだ。もしそれは人の血ではござりませぬか。むむ、途中で追いはぎに出会ったので、人たち切って追い払った。と庄兵衛は自分のことを逆に話した。お冬はうなずいて眺めていたが、やがてその刀の血を舐めさせてくれと言った。これには庄兵衛も少し驚いたが、自分の枠出来している美しい妻の要求を退けることはできなくて、彼はその言うがままに人間の血潮をお冬に眠らせた。その夜の寝屋のうちで、彼は妻からどんな注文を出されたのか知らないが、その後は日の暮れる頃から忍び出て、3日に1度ぐらいずつは往来の人を切って歩いた。その刀の血をお冬は嬉しそうに眠った。死人の懐から奪った金は夫婦の生活費となった。ある夜、どうしても人を切る機会がなくて、炉端の犬を切って帰ると、お冬はそれをなめて顔色を悪くした。これは人の血ではござりませぬ。犬の血でござります。庄兵衛は一言もなかった。そればかりでなく、それが男の血であるか、女の血であるか、あるいは子供の血であるかということまでも、お冬はいちいちに鑑別して庄兵衛を驚かした。それがだんだんに講じてきて、庄兵衛はたもとに小さい壺を忍ばせていて、切られた人の傷口から流れ出る生血を注ぎ込んでくるようになった。彼はその残虐な行為に対して、時々に良心の呵責を感じることがないでもなかったが、その苦しみも妻の美しい笑顔に会えば朝日に照らされる露のように消えてしまった。彼は一種の殺人鬼となって江戸の男や女を切って歩いた。そうして妻を喜ばせるばかりでなく、それが男の血であるか女の血であるかを言い当てさせるのも彼が一つの趣味となった。しかしこの時代でもこうした悪鬼の長領ばっこをいつまでも見逃してはおかなかった。ことに天下もようやく一統して徳川幕府ももっぱら江戸の経営に全力を注いでいる時節であるから、市中の取り締まりも決しておろそかにはしなかった。町奉行所ではこの頃しきりに流行るという辻斬りに対して厳重に探索の網を張ることになった。庄兵衛もうすうすそれを悟らないではなかったが、今さらどうしてもやめられない羽目になって相変わらずその辻斬りを続けているうちに、
彼は上野の山下で町回りの手に囚われた。牢屋につながれて3日5日を送っている間に、震える心は次第に静まって、庄兵衛は夢から覚めた人のようになった。彼は役人の吟味に対して一切の罪を正直に白状した。阿波にいる時に妻と中間とを無体に成敗したことまで隠さずに申し立てた。なぜこのように罪を重ねましたか、我ながら夢のようでござります。彼もいちいち記憶していないが、元那2年の冬から翌年の夏にかけておよそ50人ほどを切ったらしいと言った。そうして今になって考えると、かのお冬という一本足の女はどうもただの人間ではないかもしれないとも言った。その証拠として彼は幾箇条かの怪しむべき事実を数え立てたそうであるが、それは秘密に伏せられていて世に伝わらない。いずれにしてもお冬という女も一応は吟味の必要があると認められて、取り方の 4,5 人が庄兵衛の留守宅に向かった。女一人を引っ立ててくるのに 4,5 人の出張りはちっと行産らしいが、庄兵衛の申し立てによって奉行所の方でも幾分か警戒したらしい。それは6月の末の夕暮れで、お冬は竹園に出てかやり火を焚いていたが、その煙の間から取り方の姿を一目見ると、お冬はたちまちに立ち上がって庭へ飛び降りたかと思う間もなく、まばらな生垣をかき破って表へ逃げ出した。取り方は続いて追っていった。一本足でありながら、お冬は男の足も及ばないほどに速く走った。その頃はここらに溝川のようなものが幾筋も流れているのを、お冬はそれからそれへと飛ぶように踊り越えていくので、取り方の者どもも驚かされた。それでもあくまでも追い詰めていくと、彼は隅田川の岸から身を翻して飛び込んだ。その途中、取り方に加勢して彼の行く手を遮ろうとしたものもあったが、そのものすごく怒った顔を見ると、誰も皆飛びのいてしまった。早く船を出せ。取り方は岸につないである小舟に乗って漕ぎ出すと、お冬の姿は一旦沈んでまた浮き出した。川の底で自分から脱いだのか、あるいは自然に脱げたものか。浮き上がった時のお冬は一糸もつけない赤裸で一本足で波を蹴っていく女の白い姿がまだ暮れきらない水の上に明らかに見えた。それをめがけて漕いでいくと、あまり急いで竿を損じたためか、まだ中流まで行き着かないうちにその小舟は横波に煽られてたちまち転覆した。取り方は睡蓮の心得があったので、いずれも幸いに無事であったが、その騒ぎの間にお冬の行方を見失ってしまった。ともかくも向こう岸の土手を詮議したが、そこらでは誰もそんな女を見かけたものはないとのことで、取り方も虚しく引き上げた。牢屋の中でその話を聞いて、庄兵衛はいよいよ思い当たったように短足した。まったくあの女はただものではござらなんだ。あれが世に言う鬼女でござろう。それから10日ほど経つと、庄兵衛は老役人に向かって早くお仕置きを願いたいと申し出た。実は昨夜かのお冬が牢の外へ来て、しきりに自分を誘い出そうとしたが、自分は固く断って出なかった。みすみす魔性のものとは思いながらも、彼の顔を見るとどうも心が動きそうでならない。一度は断っても、二度が三度と度重なると、あるいは再び心が狂い出して腹労を企てるようなことにならないとも限らない。それを思うと我ながら恐ろしくてならないから、一刻も早く殺してもらいたいというのであった。その望み通りに彼はそれから2日の後、千住で貼り付けにかけられた。